こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今回の動画は独身で新築マンションを購入した体験談を4回シリーズでお届けしているうちの第2回目です。前回はなぜ独身の私が家を買おうと思ったのか、新築マンションを選んだ理由など、購入を決意するまでの経緯をお話ししました。今回は物件を選ぶ際に重視したポイントやモデルルームでチェックしたところ、また住宅ローン審査で気をつけたことなどをお話しします。私は不動産関連の仕事をしていて、投資用物件にも携わっているので、資産価値が落ちにくい物件選びは少し詳しいかなと思っています。住宅購入を検討されている方の参考になったら嬉しいです。参考までに私が購入したのは、都内の駅徒歩5分以内、約40平米の 1LDK の新築マンションで、価格は年収の7倍程度の物件です。このスペックをベースに物件選びの考え方をお話ししていきます。まず物件選びで重視した条件です。私が物件選びで重視した条件はエリア、価格、設備の3つです。エリアに関してはここに住みたいというのが最初から決まっていたので絶対条件でした。次に価格の面では2つの条件を軸に考えました。1つ目が当時支払っていた家賃と同じくらいのローン返済額になることです。ローン返済額のシミュレーションはスーモやホームズ、銀行のサイトなどで簡単にできます。2つ目が年収倍率が6倍以内であることです。年収倍率とは物件価格割る年収です。例えば年収500万円で3000万円の物件ならば、3000万円割る500万円で年収倍率は6倍になります。最後に設備に関しては食洗機、床暖房、追い焚きは絶対に欲しいと思っていたんですけれども、新築物件ではこの辺りが標準設備で入っていたので特に重視する必要はありませんでした。次に物件の探し方についてです。私は3つの方法で探しました。1つ目が不動産ポータルサイトです。スーモ、ホームズ、ヤフー不動産など全てのサイトで検索しました。どれも同じ物件が掲載されているだろうと思いきや、こっちのサイトには載ってるけどこっちのサイトには掲載されていないなど物件のばらつきがあるので、全ポータルサイトを駆使して探すのがいいと思います。2つ目が歩いて見つけましたすごく原始的なのですが、住みたいエリアが決まっている方は歩いて見つけるのもありだと思います。駅近の交差点にモデルルームの看板やチラシがあったり、建設中のマンションは販売中ですよといった垂れ幕よく見ますよね。私は2軒モデルルームに行ったのですが、そのうちの1軒がこのたまたま歩いてチラシを見つけた物件です。3つ目がレインズです。レインズは不動産会社のみが利用できるサイトで、一般の方は利用することができないので、不動産仲介会社、例えば東急リバブル、野村の仲介といったところですね、に行く必要があります。順序としてはレインズで中古物件を探して、希望エリアに物件がなかったので新築にシフトしたという感じでした。続いてモデルルームに関してです。モデルルームは2軒行きました。1軒目は先ほどお話しした歩いてチラシを見つけた物件です。非常に理想的だったので、もうここにしようと思っていたのですが、念のためもう1軒比較対象として見に行った方がいいだろうと思って不動産ポータルサイトで探してもう1軒行きました。計2軒です。で、モデルルームや内見は最低でも2軒以上行くことをお勧めします。比較対象があることで、この価格だとディスポーサーがつくんだななど、設備の相場感が分かってきます。また具体的な購入から引き渡しまでの流れや、ローンの話なども教えてもらえるので、マンションを購入するということの全体像が見えてきます。で、モデルルームでチェックしたポイントは、間取りと設備のスペック、そしてモデルルームに来ていた人たちです。モデルルームに来ている人たちというのは、将来同じマンションに住む可能性がある人たちなのでチェックしました。私が行ったモデルルームの比較表を簡単に作りました。こちらです。ほとんど同じようなスペックの物件だったので、比較項目は少なめですが、物件選びに悩まれている方は表にして整理をするといいと思います。私が思う物件選びの最大のコツ、これは住む家に関してですけども、理想的な物件は存在しないので、マイナスポイントが少ない方を選ぶのがいいと思います。私が行った物件に関しては、1軒目は全く日が入らないと言われました。
日当たりは私的に妥協してもいいポイントではあったのですが、全く日が入らないというのはマイナスポイントがでかすぎるなと思って、もう一つの物件にしました。加えて1軒目のモデルルームは担当営業の方1人しかいらっしゃらなくて、なんだかどんよりしていて雰囲気も良くなかったです。間取りもちょっと違和感があったんですよね。その点2軒目のモデルルームはいつもそこそこ賑わっていて、お客様は私と同世代っぽい人が多くいらっしゃいました。間取りも良くて、いいというよりは至って普通の間取りで、販売会社や施工会社のネームバリューもあったので、安心感がありいいかなと思いました。そして今なら管理会社もチェックします。これは私の反省ポイントですね。実は私は今のマンションの管理会社にはすごく不満があります。私はマンション組合の理事がすでに回ってきて、マンション管理会社の方ともよくお話をするんですけども、議題に対しての対応がすごい遅いんですよ。何か起きた時の仕切りも悪いですし、以前解決した問題を蒸し返したりして、理事会の議題が毎月何にも進まないんですよ。と思って口コミを調べたところ、めちゃ悪かったです。やっぱりなと思いましたね。マンションの管理会社は本当に盲点だったなと思っています。管理会社名で検索すると口コミ出てくるので調べておくと安心だと思います。私は次どんなにいいマンションを見つけても今の管理会社だったら絶対に買わないですし、もう住まないです。次に実際に購入した物件を紹介します。まず物件スペックに関して繰り返しになってしまうんですが、実際に私が購入した物件は40平米の 1LDK、駅徒歩5分以内で価格は年収倍率7倍の新築マンションです。購入時にこだわったポイントは、私は将来的に売却も視野に入れていたので、資産価値が落ちづらいことを重視しました。具体的には4点です。1点目がエリアです。将来的に資産価値が維持されやすいエリアにしました。不動産業界で安定した賃貸需要が見込めるエリアを東京南区と呼んだりしているんですけれども、絶対にその中のエリアにしようと思っていました。気になる方は東京3区、5区、6区、新都心6区というのがあるので検索してみてください。次に駅に関してです。参考にしたのが東京鑑定のデータです。東京鑑定とは不動産専門のデータ会社で全国の価格情報、土地、戸建ての売買事例を発信していて、誰でも見ることができます。最近ですといっても2ヶ月ぐらい前かな、三大都市圏における中古マンションのリセールバリューというレポートが参考になると思います。こちらのレポートでは、新築時と築10年時の価格をもとに、駅ごとに資産維持率を出していて、この駅がっていう穴場駅も結構見つかって面白いです。概要欄にリンク貼りますので、気になる方はチェックしてみてください。購入時にこだわったポイント2つ目が、駅前再開発エリアが近いことです。当時、近場で駅前再開発が進んでいたことも後押しになりました。私の実家付近が再開発エリアだったのですが、めちゃくちゃ暮らしやすくなって、地価も物件価格もすごく上がりました。それを見て再開発エリアって超美味しいなと思っておりました。再開発エリアが近いと街の価値が底上げされるので、将来的なリセールに期待できます。ではどうやって再開発エリアを探すんだっていう話ですが、東京再開発でも見つかりますし、自治体のホームページでも確認することができます。購入時にこだわったポイント3点目が、駅徒歩6分以内です。こちらも東京鑑定の少し前のデータになるのですが、徒歩6分までの物件は徒歩1分の坪単価より高くなる傾向にあります。私は徒歩2分から6分の物件に絞りました。なんで1分以内ではなくて2分からなんだろうと思っていたのですが、おそらく1分以内ですと電車の騒音が気になるからなんじゃないかなと思っています。私も購入する前に住んでいた家が地下鉄徒歩30秒ぐらいだったのですが、横になったり寝たりすると電車の音が地面から聞こえてくるんですよね。駅近は便利ですが、少し離れてた方がいいかなと感じました。購入時にこだわったポイント4点目が間取りです。とにかく普通であること。デザイナーズですとかユニークな物件って一見需要が高そうですが、不動産においては普通が一番いいと思います。結局一番需要があるのが普通の物件です。これに限ると思います。次に物件の価格についてです。
当初の予算は年収倍率6倍以内に収めたかったのですが、最終的には7倍の物件を購入しました。今の都内では7倍は普通ですが、それなりに月々の返済額の負担は感じます。どういった返済状況になっているかというと、組んだローンは頭金0円でフルローン、ボーナス返済なしです。引っ越し後に家具や家電などを揃えた後に物件価格の2割ほどを繰り上げ返済しました。2割って結構大きいですよね。にもかかわらず月々の返済額プラス管理費で、なんかじわじわきついなと感じます。管理費が厄介です。管理費は基本的に上がっていくので、その点も見込んでおく必要があります。管理費修繕積立金に関しては次回の動画で詳しくお話しします。そして今後金利は上昇する可能性が高いです。一般的に住宅ローンは年倍5から8倍まで借り入れが可能ですが、8倍は頭金を3割入れるとか、ボーナスがっつり入れれますよって方以外はやめた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。ただ、私自身予算オーバーの物件を購入して今感じていることは、背伸びしてよかったなとは思っています。その理由は住民の民度が高く、街の治安もいいため暮らしていて心地がいいです。また実家の話なんですけど、私は実家も東京なんですが、治安が悪いエリアで、駅でもうおじさんたちが喧嘩しているのは日常茶飯事ですし、何もしていないのにすれ違う際に暴言を吐かれたり、舌打ちされたりと、ただ暮らしているだけなのに不快なことが多かったです。そういった小さなストレスを感じずに済むのは、想像以上に気持ちがいいなと思いました。次に住宅ローンに関してです。住宅ローンの金融機関は、とにかく金利が低いことを最優先に考えて選びました。私は最終的に物件の提携ローンとして紹介されたネットバンクで契約しました。提携ローンですと手続きがスムーズなのがメリットです。最後まで悩んだのが、信託銀行の女性向け住宅ローンです。こちらは癌と診断されたら、ローンの残債が0円になるなど、女性向けの保証が手厚いプランでした。もし一生この家に住むと決めていたら、そっちを選んでいたかもしれません。補足ですが、提携ローンとは不動産会社と金融機関が提携して取り扱っているローンです。物件審査がすでに行われているので、審査時間が短く、さらに販売会社が物件の書類を揃えてくれるので楽ちんです。また、金利が優遇されていることが多いです。提携ローン以外のローンを自分で申し込む場合は、物件資料、例えばパンフレット、販売図面、重要事項説明書、売買契約書の写しなどと自分の書類、運転免許などの本人確認書類、源泉徴収、住民票、印鑑証明書などの2種類準備する必要があって結構大変だと思います。私はお客様のローンの申し込みのサポートをさせていただいていたことがあったんですけども、一発で揃えられる方は本当に少ないですね。そのぐらい大変だと思います。次にローンの内容です。私は最終的に頭金0円、変動金利、返済方式は元で均等返済、35年ローンでボーナス返済なし、団体信用保険、いわゆる団信加入という条件で組みました。固定金利と変動金利、迷う方多いと思いますが、金利が低いタイミングだったこともあって変動にしました。一般的にどうかというと、住宅金融支援機構のデータによると、金利タイプは変動が8割、固定期間選択型が1割、全期間固定が1割で、ほぼ変動金利です。他の項目を見ていくと、融資率に関しては90から 100% 以下が最も多いです。これは頭金0円から1割入れた人ですね。約1割いる 100% 超も気になりますね。諸費用も借りたってことなのかな、すごいですね。この2つ合わせると約 35% くらいの人が物件価格の9割以上をローンで組んでるってことですね。返済期間は30年から35年以内が最も多いですね。昨今は35年超から50年以内の割合が増加傾向にあります。50年すごい。私は50年後生きてますかね。最後、金利です。金利は 0.5% 超から 1% 以下が最も多く、0.5% 以下の割合は減少しています。私はちなみに 0.5% 以下でした。これは私の人生においての唯一の自慢かもしれません。ということで、続いて住宅ローンの審査対策を紹介します。もっと詳しくデータ見たいよっていう方は概要欄にリンク貼りますのでチェックしてみてください。
次に住宅ローン審査で気をつけたことです。住宅ローン審査は本気で対策しました。結果、最低金利で借りることができました。対策したことを3つ紹介します。1つ目がクレジットカード全解約です。私は所有していたすべてのクレジットカードを解約しました。なぜかというと、キャッシング額があるだけでお金を借りているとみなされる可能性があるからです。最近はそこまで厳しくないよっていうふうに担当の営業の方に言われたんですけども、絶対にいい金利で借りたいと思ったので、念には念を入れました。自分の個人信用情報に不安がある方は CIC などの個人信用情報機関で信用情報を確認するのもおすすめです。手数料500円ぐらいで自分の情報がネットで確認することができます。皆さんご存知かもしれませんが、個人信用情報とはクレジットやローンの契約内容や支払い状況、残高などの情報で、延滞や未払いなどがあると5から10年は記録が残ります。これを個人信用情報が傷ついていると言ったりするのですが、個人信用情報が傷ついているとローンが利用できなかったり、賃貸の家の審査に落ちたり、ひどい時はひどい時とか言っていいのか分かんないですけど、スマホの分割購入ができなかったりします。これは思わぬもので傷ついていることもあるので注意が必要ですね。少し前ですと YahooBB を解約したと思ってたのに解約できてなくて傷ついていたとか、あと TSUTAYA の DVD レンタルとかも遅延すると傷ついていることもあるみたいです。不安がある方は自分の個人信用情報を調べてみるといいと思います。ローン審査の対策2つ目がスマホ端末代の一括返済です。意外と見落としがちですが、スマホの分割払いもローンです。他にも車のローンやエステのローンにも注意が必要です。こちらも個人信用情報が傷ついている恐れがあるので、できるだけ他のローンは完済しておくのがいいと思います。ローン審査対策の3つ目が金融機関へのアピールです。これはどこまで効果があるか分かりませんが、私は申し込みしたネットバンクに貯蓄を移しました。以前金融機関で働いていたことがあるんですけども、その会社はいろんな事業を行っている会社で、メイン事業の有料顧客は審査優遇されるスコアになっていました。そのため有料顧客アピールは、意味はあると思うんですよね。ちょっと面倒なだけでお金が減る話ではないので、やってみる価値はあるかなと思います。住宅ローンの審査は金利が 0.1% 違うだけで、返済額が何十万円、何百万円変わってくるので、対策しておくのがいいかなと思います。以上が私の住宅ローン対策3点でした。最後おまけで住宅ローン審査で意外だったことを2つお話しします。1つ目が預金残高証明の提出が不要だったことです。投資用不動産ですと、もちろん金融機関にもよるんですけれども、預貯金を証明するために通帳の写しとかが必要だったりするのですが、私が申し込んだ住宅ローンは預貯金エビデンスいらなかったです。預貯金よりも勤務先や勤続年数が重視されているのかなと感じました。2つ目が団体信用保険。自分が亡くなったらローンの残債が0円になる保険があるのですが、その申し込みに必要な健康診断の結果が自己申告でした。私はてっきり何千万円の残債が0円になる保険なので、ちゃんとした健康診断書の提出を求められると思っていたんですけれども、チェックシートみたいな簡易的なもので済んだのが驚きでした。団体信用保険に関しては自分が希望しなくても最近の物件ですと申し込み必須となっていることが多いです。今回の動画では私が物件を選ぶ上で重視したポイントやモデルルームで実際にチェックしたこと、そして住宅ローンについてお話ししました。どこまで言葉の説明をすればいいかとか、この言葉は理解してもらえるものなのかとか、販売がわからなくて手探りなんですけど、お気づきの点がありましたらコメントでいただければ幸いです。次回は重要事項説明書で特にチェックすべきポイントを紹介します。私は宅建士の資格を保有しており、実務経験もありますので、そういったプロの視点っていうとおこがましいんですけども、からお伝えできればなと思います。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフをテーマに暮らしや住まいについて発信しています。マンション購入に関する動画も今後も投稿していく予定です。この動画が参考になったよって方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。質問やリクエストがあればコメントでお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。